権利を証明する撮影が2日で逮捕とスプレー事件に分けたんだぜ。たった2日で別々の人がスプレーを使ったの？どうなってるのよ。しかも撮影する側が自分たちの記録で追及される側になったんだぜ。正義の証拠を残すつもりが自分の行動を残したってことね。2026年3月28日、舞台はマウンテンビューのコストコ周辺な監査系の配信者4人が駐車場で利用客や周囲を撮影していたんだぜ。買い物を終えて車へ戻る人までカメラで追い続けたってこと？そこで4人のうち1人が買い物客への噴射をめぐって逮捕されたんだぜ。仲間が逮捕されたなら普通は企画そのものを中断するよね。ところが翌日、残った3人は別の街へ向かったんだぜ。3月29日、3人はメンロパーク周辺で再び撮影を始めたんだぜ。あんたたち、仲間が逮捕されても撮影を続けたの？そしてエースハードウェア前で別の人物が再びスプレーを使ったんだぜ。同じ事件の続きじゃなく、日付も場所も使用者も違うのね。その通りだぜ。3人全員が一度に逮捕された事件ではない。なぜ最初の逮捕が翌日の中止命令にならなかったのかを追うぜ。まず3月28日の出来事を撮影と噴射に分けて整理するぜ。事件前から警察には少なくとも4件の通報が入っていたんだぜ。それだけ周囲が不安を感じても、その時点では逮捕されていないのね。あ、駐車場で撮影している事実だけで即逮捕されたわけじゃないんだぜ。撮影できる場合があることと、何をしても許されることは別だよ。やがて一人の買い物客がなぜ自分を撮るのかと問いかけたんだぜ。どうして私を撮るの？もう買い物を置いて帰るところなのよ。ここから撮るのは自由だろ。俺は記録を残しているだけだ。この会話は報道の趣旨を抽象化した再現で、実際の発言そのものじゃないんだぜ。大事なのは言葉尻じゃなく、離れられる場面で接触が続いたことね。警察報告では、買い物客は押収の後に自分の車へ戻ったとされるんだぜ。だが配信者の一人が後を追い、開いた窓へカメラを入れたとされる。相手が車へ戻ったなら、そこで距離を取る機会があったでしょう。もう可愛くないの。車の中までカメラを入れないで。触るなよ。撮影を邪魔する権利なんてないだろ。買い物客がカメラを押し返し、直後に緊張が決定的になった。撮影の議論が相手の車への接近で別の問題へ変わったのね。警察報告では51歳の男性配信者が催涙スプレーを噴射した。相手がカメラを押したからって噴射が当然になるわけじゃないよ。警察は映像と双方の説明を確認し、その日のうちに男性を逮捕した。カメラは片方の主張だけじゃなく、接近の経緯まで記録していたのね。逮捕時、男性はスプレー缶を3本所持していたと報告されている。護身用と呼んでも、撮影企画へ3本持ち込む意味は重いわ。ただし最初から噴射目的だったと、こちらが内心まで断定はできない。断定できるのは、離れる選択肢がある中で噴射まで進んだことね。逮捕場面が最初から最後まで配信されたとも断定しないぜ。ここで注目すべきは、撮影そのものと暴行の疑いを混ぜないことだ。撮影に保護が及ぶ場合でも、追跡や噴射まで保護される話じゃないのよ。コストコの駐車場は私有地だが、表現活動が保護される場合もある。報道は州の判例上、合理的な表現活動に保護が及ぶ場合を説明している。だからこそ、逮捕理由を単なる撮影だったように語るのは危険ね。施設側の明確な退去要求や、不法侵入容疑は公開資料で確認できない。退去を無視して3人が不法侵入したという筋にはできないわ。使われたものも確認できるのは催涙スプレーで熊撃対応とは限らない。刺激的に見せるため確認できない言葉を足しちゃダメなのよ。翌29日、残った3人はメンロパークの高級食料品店周辺へ移った。先日の逮捕を知りながら場所を変えて撮影を続けた流れなのね。その後、3人はエースハードウェア周辺でも撮影していた。そこで48歳のカナダ在住配信者と別の男性が接触した。先日の買い物客とは違う人で、スプレーを使った側も別人なのね。そうだぜ。2日間の出来事を一つの乱闘のように混ぜてはいけない。俺たちは撮影しているだけだ。近づくなら記録に残すぞ。もうやめてくれ。これ以上は関わらず、ここから離れたい。これも経緯を理解するための抽象的な再現で、実際の発言ではない。報道では、この場でも催涙スプレーが使用されたとされている。またしても、カメラを置いて離れる判断ができなかったのね。検察は第三者が撮影した映像も確認し、事件を検討したと報じられた。その上で使用者は、2件の重罪容疑で起訴されたと報じられている。仲間の映像だけじゃなく、第三者の視点も証拠になったのね。ここまでが、場所と使用者の異なる2事件の確認できる骨格だぜ。では、なぜ1度目の逮捕が全員を止められなかったのか。ここからは当事者の診断ではなく、集団配信に起こり得る仮説だぜ。本人たちの心を決めつけず、
止まりにくくなる構造を見るのね。第1段階は、撮影は権利だという正しい部分から始まる。そこへ撮影者なら何をしても正しい、という飛躍が入り込むんだ。正しい入り口があるから、途中の危険な行動まで正当化しやすいのね。第2段階は、観客と仲間の前で弾けないという面子の圧力だ。一人なら帰れるのに、配信中だと負けたように感じるわけね。仲間の視線も加われば、冷静な撤退が裏切りに見えることもある。止める人より、もっと行けという人が強く見えるのは怖いよ。架空のコメントでも、もっと近づけという声は圧力を可視化する。画面の向こうの観客は、現場の責任までは負ってくれないのよ。第3段階は、平穏より対立が評価される再生数の報酬構造だ。警察官は、噴射を含む動画が約3倍見られたと報告している。穏やかに帰る動画より、騒動のある動画が伸びたという評価なのね。ただしこれは警察側の評価で、4人全員の内心が確定した話ではない。数字が動機だった可能性と、心の中まで証明されたことは別だよ。それでも騒動が報酬になる環境では、危険な接近が選ばれやすい。第4段階は、時間と移動費を使った後に働く損失への執着だ。ここまで来たのに、何も起きず帰れないと思ってしまうのね。費やしたものを惜しみ、将来の危険より過去の出費を優先する。帰れば損だと感じても、続けて事件になれば損失は増えるだけよ。それでも配信中は、今日の成果を持ち帰ることが優先されやすい。引き返す決断を、失敗じゃなく成果として決めておく必要があるね。翌日の3人は、逮捕を不当な扱いの証明材料と見た可能性もある。警告として受け取らず、仲間のために続ける理由へ変えたかもしれないのね。もちろんこれは可能性の読みで、本人たちの供述としては扱わない。権利、観客、面子、再生数、この4点セットが撤退を難しくする。止めたら負け、続けたら再生数という構図が危ないのね。正義感がある人ほど、自分の撤退だけを悪だと思う罠もあるんだぜ。ではコストコ事件で逮捕された男性に残った代償を見ていくぜ。男性は逮捕後、6日間拘束されたと報じられている。2026年5月19日、経済の暴行について不控訴答弁を行った。争わない答弁を選び、逮捕だけで終わらなかったのね。処分には1年間の裁判所保護観察が含まれている。さらに被害者保証基金へ165ドルを支払うことになった。金額だけ見れば小さくても、法的な処分として記録に残るわ。州内での催涙スプレー所持は永久に禁止されたと報じられた。銃器の所持についても10年間の禁止が課された。逮捕で終わらず、武器を持てる将来まで制限されたのね。被害者への追加賠償額は報道時点でまだ確定していない。男性と同行者3人には300万ドルを求める連邦民事訴訟もある。ただし300万ドルは請求額で、確定した賠償判決ではないのよ。未確定の訴えをすでに支払いが決まった数字としては扱わない。逮捕後、約260本中150本兆が削除か非公開になったとも報じられた。再生数を求めて残した記録が、今度は消えていったのね。メンロパークの48歳配信者には2件の重罪容疑がある。重大な身体障害を生じさせる暴行と催涙ガスの違法使用だ。逮捕状が出たが5月5日時点では逮捕されていないと報じられた。だから逃亡や有罪とは断定せず、手続きの進行を見守るのね。最後に、家族や仲間の配信を止めるための基準を決めるよ。撮影できる場所と、相手へ接近や追跡をして良いことは別なの。権利がある場面でも安全な距離と施設のルールは残るんだぜ。管理者や警察から退去を求められたら、現場で論破を続けない。記録を保存し、安全な場所へ離れてから正式な手段で確認する。相手が車や建物へ退避した時点でも、追わずに配信を止めるのよ。カメラを向け続けることが証拠保全より挑発になる場合もある。再発防止の一つ目、撮影前に立ち入り範囲と施設ルールを共有する。歩道、駐車場、店舗内を分け、曖昧な場所へ踏み込まないことだ。二つ目、退去要求、相手の退避、警察到着の一つで中断する。現場では権利論争を続けず、配信終了と退避を優先するんだぜ。三つ目、催涙スプレーなどの武器を撮影企画へ持ち込まない。視聴者コメントより安全責任者の中断判断を優先することだ。この3つを撮影前に読み上げ、全員が同じ合図で止まるのよ。家族なら位置共有と、中断を命じられる連絡役も決めておこうね。合図は短く、配信終了、車へ戻る、記録は後で出す。で十分だ。仲間の逮捕、武器を持つ、相手の退避、この一つでも全員停止よ。再生数は消えても、判決と訴訟は長く残るんだぜ。犯人探しより、身内なら止められる仕組みを先に作るべきね。カメラが守ったのは面子ではなく、
警察や検察が検証する証拠だった。本編は2026年8月12日までの資料に基づくわ。民事と刑事の未確定事項は断定しないよ。身近な暴走の仕組みを見逃したくない人はチャンネル登録して次の事件も見てね。